いつもお久しぶりです。中門です。前回ですね、いろいろ片付けをやりまして、この半分壊れたカラーボックスですね、これを適当に棚にしたことで、この物置もですね、かなり片付きました。そしてこのキッチンですね、もともとあった壁を壊して、ここにもね、棚を作ることで、キッチンもかなりね、使いやすくなってきました。ただ一つ気になっていたのはこの棚の下の隙間ですね。細かい作業でね、めんどくさくて結構後回しにしていたんですけど、毎日目につくところなので、ささっとちょっと塞いでしまいます。いつも通りね、その辺の肌を使って板を張れるように補強しておきます。で、反対側もね、同様に作業していきますが、この中途半端に出ている床板がこれ邪魔なので、一旦切ります。ちょっとね、自分で言うのもあれですが、このフリーハンド丸の子もね、少しは上達したような気がしますよ。上達したとは言ってもね、こういう隙間ですね。こういうところをね、ピシッと決められるようになるには、まだまだ時間がかかりそうですね。日々ね、目についていた箇所がとりあえず収まったんで、これで OK としておきます。そして続いてね、今、4型作業していた箇所から隣のね、この北の部屋に移ると、ここがですね、今、作業部屋になってるんで、結構ね、荒れているんですが、この南に目をやるとね、さらに荒くれた部屋があるわけですよ。ちまちまね、棚を作るよりここに板を張る方がよっぽどね、家が片付きそうなので、いつも通り、まずはここの物の移動から始めますよ。ゴミやな、これやな。なんでこんなん置いとったよな。って感じでね、過去の自分の感性を疑う瞬間も多々ありつつ、とりあえず物を右往させていって、で、とりあえずね、判断に困るものはさらに南へ放り投げておきます。これは何に使うやつやろな。もし分かる人あったら教えてほしいな。何に使うやつなのな。ゴミなんやけどね、捨てれんのよね、こういうのがね。この際掘っていきましょうか。こういうのなんかほんと美しいんよな。パーツに分けりゃいいんか。これもらったけど、一回も使ってないな。重なることないな。そんなアホなことをしてたらですね、ようやく大物が出てきました。これは第9話あたりで外した玄関の踏み台ですね。外した時の話をね、説明欄に貼っておきますが、1年以上前に外してね、これも右往左往した結果、ここに収まっていたわけですよ。一年中こんなことしてるな。で、この踏み台でめっちゃ重たいんでね、一晩寝てからこれ続きの作業してます。ようやく。いやー、ようやく物が片付きました。すっきりしたな。おまけにこのカーテンレールが出てきたんで、この在庫を抱えないためにもね、キッチンと部屋の間にカーテンをつけておくことにしました。若干ね、幅が足りてないんですけど、これもね、ゴミから出てきたんで、とりあえず当分はこうしておきます。で、歩いてみた感じね、ガタついてる根田が数箇所あったんで、そこだけちょっと補強しておきます。
ぐらいのスペースで簡単に床下入れるように、点検口みたいな感じでつけとこうと思います。だいたい 5.10 センチ入れときゃいいかな。で、柱の分をカットして入れますが、レールの下がきつくて入らないんですよね。なので、このカンナでね、適当に整えます。綺麗に削るのは難しいけどね。入ればいいんですよ、入れば。いいね。なぜかここは空洞になっているんで、ここだけね、支えを入れておきます。で、ちょっと考えを改めて、この床下に入るスペースは2列にしておきます。多分ね、一番手前は襖のレールを置いて、さらに床を張るとですね、うまく取り外しするのが難しくなると思ってね、そういう風にしました。とりあえずここがあったら、向こうの部屋も入れるし、こっちのね、寝室も入れるし、なんでこの部屋残りはあとはもうバーッと貼ってっていいと思います。ということで、最後にね、掃除ですよ。こっちのレールはね、外せなくてしょうがないんでね、このハケで積年のホコリを回収しておきました。で、端さえクリアしたらね、あとは簡単です。もうひたすら切りまくるのみですね。ちなみにね、今回の板も以前知り合いの倉庫からもらってきたものなので、今回もね、タダで作業できています。という感じでね、今回もこの隙間だらけの板張り完了しました。隙間結構あるんですけどね、この部屋なるべく早く床を張ろうと思ってます。こんな感じでね、家中に断熱材が結構転がっているんで、この辺も利用してね、家を片付けたいっていうのがあるんですよね。で、襖のレールを戻して、軽くね、拭き掃除をしておきます。思い返せばですね、この家を買った当初、床下はね、こんな感じで大量の腐った木材がいっぱい入ってて、これ出し切るのにほんと苦労しましたね。で、今はですね、これぐらい綺麗にできましたが、その時コメントで、この状態やったら1年はですね、床を張らずに浄化した方がいいっていう、半分冗談だと思いますが、そういうコメントがあって、で、自分の作業があまりに遅くて、リアルにこれ1年間浄化し続けたなと、そんなことを思いながらね、拭き掃除をしてましたね。で、せっかくね、レールも戻したので、その辺にある障子を戻しちゃうことにしました。こういう建具もね、保管するには割と面積を取るんでね、これでまた家が一つ片付きますね。でも3枚目まではすぐ見つかったんですけどね、なぜか4枚目が見つからないんですよね。若干違うな。これでもない。あれ？基
記憶をたどってみると、なんかここは襖だったような気がしてきてね、他で使っているものを入れてみたら、ジャストフィットしましたよ。で、この寝室の襖がここに埋もれているわけですね。だいぶ横着な感じで引っ張り出してきましたが、この部屋ですね、西日なんですけどね、日が差し込んで、すごい雰囲気のいい部屋だなっていう風に感じましたね。そして何より感動したのは、この家がね、繋がったことですよ。どういうことかっていうと、さっきの部屋からこの寝室へ入れて、そして寝室からキッチンへ移動できるんですよね。普通の家やったらね、全然当たり前の話なんでしょうけど、なんかそれがすごい嬉しくてね。そしてキッチンからこの北側の作業部屋へ移動できるわけですよ。で、この作業部屋からこのね、裏庭の方ですね、こっちも出れるし、今回作業した真ん中の部屋にも戻ってこれるんですよね。一体何に感動してんねやって感じですけどね、一回生活レベルが極端に下がるのを我慢できれば、割とね、あとは何でも喜べるなと、そんな結論で今回の話は終わりたいと思います。最後までありがとうございました。あとまだでもこの部屋と、で、こっちもやらないかんのですけどね。